どうもこんにちは、川勝の健です。今日は生22エイジドヴィンテージダービーの釣り込みやっていきたいと思います。エイジドレザーを使った靴ですね。そして実はこれ今エイジドレザーまた作ってます。これは緑色のイノシシ革で日に当てたりクリームを何度も塗ったりこうやってね靴を作る時の台にしたりと、あともう一つはこの赤いイタリアのカーフ脂肪の手もみの脂肪がですね、これと新規格のホースレザーなんですけどかなり柔らかい表情豊かなこの3枚を今エイジドレザー作ってます。これは展示会で限定革、各1足ずつということでオーダーを受け付けたいと思います。で今回は例によってエイジングさせていきます。ナンバー22エイジドヴィンテージダービー、もうアッパーの時点でオーラがあるんですが、これつって立体にしていきます。これかかとに入れる芯です。端っこはペラペラなんですけど真ん中厚みが3ミリから4ミリの間ぐらいあります。かかとに入れることでしっかりかかと周り硬い靴にします。これ硬い靴にするのは意味があって、かかと周り硬い靴にすることによって足のサポートになりますし、型崩れしない靴になりますし、かかと部分で曲がらないのでそこをしっかり硬くしておくことによって曲がるボールジョイントの部分、そこに力が集中してより柔らかく履くことができるというね、硬い部材を入れると硬い靴になるんじゃないかと思われるかもしれませんが、こういうのは硬さと柔らかさの強弱が非常に大事なので、硬いものを使っても柔らかくすることはむしろより柔らかくすることができたりします。ハンマーでしっかり叩いてアッパーライニング芯を密着させて木型に沿わせていきます。こんな感じでかかとの釣り込みできました。いいですね。この皮ですね、少し引っ張るとオイル分が多い、もともと多いし、結構
エイジングの過程で足してるっていうのもあって、結構引っ張ると色が少し薄くなりますね。赤がのあたりちょっと薄くなってます。この辺に比べると若干薄いのが分かると思います。今ライニング釣り込んであるんで、ここに先芯をかぶせていきます。ナンバー22のつま先形状、これも MTO の型とは変えてナンバー22専用の木型で作ってます。これはですね、結構ショートノーズですね。でぽっこりと丸みのあるような形です。結構可愛らしい感じの雰囲気、可愛いというか、なんていうかな、シャープでは全くないですね。今回ナンバー22、23、24、3足とも割と丸みを帯びた形状なんですけど、それぞれで形が違いますね。はい、こんな感じで先芯釣り込んで、そして乾いたので削って完成しました。結構丸みの強いボリューム感のあるラウンド灯です。最後つま先釣り込んでいきます。こんな感じで釣り込み完了しました。つま先こんな丸みです。今回はこのアッパー、ここに継ぎ目を入れるかとかね、このつまみもかをこうつま先のセンターにも持ってくるかっていうのを悩んだんですけど、つま先のボリューム感、丸み感を強調したかったので、あえてここだけにしました。正解だったと思います。次はすくい縫いやっていきます。この靴の製法はノルベジェーゼ製法です。ノルベジェーゼ製法はこの靴の側面に太い麻糸がこう見えてきて、それっていうのはこの中底からアッパーまで貫通してこう釣り込みを固定するための縫いなんですけど、それが靴の表面に出てくる、縫い目もデザインの一部になるという、製法ですね。でここのサイドに縫い目が出てくるので、穴を開ける目印を今打ってあります。で使う糸はもう糸というか紐、ロープみたいなぐらいな太さなんですけど、こちらこれは麻糸を10本よってます。よるっていうのはこうクリ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 とねじって合わせてるってことですね。でかなり太くなってます。この糸の太さ、この糸の質感って非常にノルベージ製法の場合大事なので、これ糸が太くなればなるほど縫いづらくなるんですが、デザインとして縫いづらくても頑張ります。今回アッパーと手縫いの質感とか出してるんで、このソール周りも手縫いの質感もりもりで迫力を出していきたいと思います。この糸はナンバー24の方で、黄色く染めてた糸なんですけど、と同じです。チョマの糸。これを革の色に少し合わせて茶色っぽく染めて使ってます。で今ここに糸が3本ありますね。
これ基本の縫い糸です。これ1本なんですけど、1本をこう2つ折りにして縫ってます。2つ折りというかこう始まりで折り返すようにして縫ってます。で先端に針がついてますね。でプラスしてこの外側にずっといる飾りの糸がいます。これは飾りの糸で縫うメインの糸ではないんですけど、この縫っているメインの糸に飾りのために絡ませながら縫ってます。でこの飾りの糸も全く同じ糸、全く同じより本数で作った糸です。このノルベージェーゼ製法は糸なんか防水性が高いとかってちょっと針がね取れちゃいました。糸の先端が切れて針が取れちゃいました。たまにねあります。特に本当にこのみちみち糸通すの大変なので抵抗がちょっと強くて、糸がその度重なる抵抗に耐えきれずに切れちゃいました。この縫っているメインの部分っていうのはめちゃくちゃ太いんで、ほぼ切れないと言っていいんですけど、こっちの先端の方は穴に糸を通しやすくするために細くしてるんですよね。ちょっとそこに負担がかかりすぎて、切れちゃったっていうことなんですけど、メインの部分靴を縫ってる本体の部分は切れないんで大丈夫です。で、ノルベージェ製製法が防水性があるとかって言われるっていうか、もともとそういう製法なんですけど、なぜかというと、このスクニを側面にするベルトをつけないことによってここですね、このアッパーの部分が折り返すことができます。こういうふうにして、そうするとここアッパーが上から来てソールまでかぶさるような感じになるので、ここに部材の隙間がなくてその水が入ってこないということだったりとか、これだけ糸が引きにくいようにこの太い糸を使って皮の中に糸がみちみちに詰まるんで、ここに糸が見えてるんでここから水入るんじゃないかと思うかもしれないですが、ここはもう本当に糸がみちみちに隙間がなくなっているっていう感じですね。さらにこの糸松ヤにしっかり染み込んで防水性が高くなってるんで、糸を伝って水が染み込むことも起きにくくなってるって感じです。でこの外側の糸に締める前にこの飾りの糸ですね、これくぐらせてわかりますかね、この糸同士にものすごい摩擦が発生しているのが。縫い終わったので
アッパーをめくり上げて水で濡らします。アッパーだけをめくってライニングを切ります。こんな感じでナンバー22釣り込みからスクリーンまで終わりました。今回はね、一本糸をこう蛇のように絡ませていくノルベジェーゼの縫い方でいきました。ノルベジェーゼ製法と一口に言っても多様なデザイン性、見た目のバリエーションがあります。今回はそのうちの一つをやってみました。この辺の手縫い感、こういうところの糸の質感とノルベジェーゼで非常にバランスがいいかなと思います。ここからノルベジェーゼ製法ってさらに糸目が増えていくっていうのが特徴なので、引き続き丁寧に質感重視して縫っていきたいと思います。ツヤツヤですね。今までずっと革の状態で見てましたけど、こうやって靴にして縫い上げて非常にかっこいい立体的です。すごく立体的。この立体的感っていうのは木型の立体感っていうのもあるし、表情、革の表情そのものの立体感っていうのも大きく影響している気がしますね。ということで今回は以上です。それではまた。